乗るなら飲むな、飲むなら乗るな、今日は飲んでも乗れる日っていうことで、イベルメクチンを飲んでみることにしました。コロナもう落ち着いてきてるけど、なんかあったらね、中等症になったとしても、抗体カクテル療法、または、ファビピラプル、じゃねえや、モルヌヌビ、ヌビプル、なんか、飲み薬今作ってるけど、まだ臨床中なんですよね。あとなんか、全部今実用化されているものについては点滴とか注射なんで、風邪みたいに飲んで治せるものって言ったら何かっていうとないかなっていうことでちょっと調べて、ちょっとこれがいいんじゃないかと思って買ってみました。大阪堂っていうところでちょっと取り寄せてみたんだけど、 12×2×2 で48タブレットで6500円かな。保険効いてないでこの値段なんで、1錠あたり130円で、イベル、これインドで作られているイベルメクトールっていうサンファーマっていうところが作ってるらしいんですけど、買ってみました。なんか来た時はチャンガポスト、どこだろう、台湾のあれかな。見ると This parcel is shipped from Hong Kong and transit through Taiwan って言ってるんで、香港経由の、違う、台湾経由で香港から来てるってことで、多分なんかこのイベルメクチンの原材料って多分中国で作ってて、それをもとにこのサンファーマっていうインドのとこが作ってるんでしょうね。まあ、台湾差出国って直接は日本、直接は台湾からですね。元が多分香港になるんですかね。で送ってもらったんで飲むことにしました。まあ、これなんで飲んでもいいかなって思ったんですけど、まあ今、ちょっとこれもヤフーでもニュースになってますけど、今、メルク社がモルヌビラプルっていうのはちょうど10月3日か2日か。ちょうど発表しましたね、今、最終治験っていうことで。それで、残り、これはアビガンですけれども、これ全部 RNA ポリメラーゼ阻害ということで、RNA の複製を阻害するやつで、もう一つが、ファイザーか塩野義が作ってる 3CL プロテアーゼっていうのを阻害するやつですね。これなんか載ってたけど、RNA は新型コロナウイルスの中で増殖するのを防ぐこと。そもそも、RNA の複製を防ぐと。3CL プロテアゼ阻害っていうのは、タンパク質全駆体ができて、そいつがさらに増殖するのを防ぐっていうことなんですかね。RNA ポリメラーゼはアビガンがちょっと生殖細胞の奇形を作る場合があるとかってもともとあったんで、ちょっと僕はモルヌビラブルが RNA ポリメラーゼ阻害なんで、それだったらプロテアゼ阻害薬がいいんじゃないかっていうふうに思って、ちょっと飲んでみたいなと思ってるはいますけどね。これどこに、これスプリングエイトで解析した結果のなんかホームページに載ってたんですけど、ここのメインプロテアゼの構造を阻害するのがなんだっけな、コロナウイルスのタンパク質分解酵素がメインプロテアゼが別名 3CL プロテアゼっていうらしいんですけど、このプロテアゼをなんか今阻害するように解析した結果をもとに作っているのがこの 3CL プロテアゼ阻害薬らしいですね。でイベルメクチンは、全然そういうこの作用が調べられてないみたいなんだけど、これはなんだっけ、北里大学の感染研究センターかな、花木センター長っていうのが、コンピューターを利用したシミュレーションで、イベルメクチンは新型コロナウイルスのメインプロテアーゼに対する結合親和性が報告されていると。で、メインプロテアーゼはウイルスのゲノムから翻訳されてタンパク質を接し機能させる酵素、そのためイベルメクチンがメインプロテアーゼを阻害することでウイルスの複製を抑制できると考えられると、コンピューターの解析結果では言ってるみたいですね。これなんだっけ、日経バイオテックで去年の5月に掲載された記事かな。で、
大村さんっていう方も同じように、この阻害イベルメクチンの作用基準の候補として、ウイルスの表面にあるスパイクタンパクに結合して、そもそも入れないと細胞に、またはウイルスが1本の細胞のタンパク質、これメインプロテアーゼがそれを阻害っていうの、これがさっき言ったやつですね。またはウイルスを、核内に運ぶ陰胞地に結合して、増殖を防ぐ、または、免疫調整をして炎症免疫の暴走によるサイトカインストームを抑えるの3つにある候補があるって言ってるんですけど、さっきの、去年の、コンピューターシミュレーションの結果では、多分この2番目の遺伝者の方のメインプロテアーゼがタンパク質の形成を阻害する方じゃないのかなというようなことをちょっと各ね記事を総合して、判断してます、個人的にね。でもう一つ後ろのね陰胞地に結合してウイルスの増殖を防ぐのを塞いでんじゃないか、そういうのもあるんじゃないかっていうと、ちょっとこれはこんな場合もあるのっていうことで他の調べたら、これが朝日新聞のなんかウェブのニュースで書いてたこの船引さんっていう方が書いてたんだけど、もしその場合はそれがなんか人のニコチン渋滞に結びつくっていうこと、らしいんですけどね、その陰胞鎮っていうのは。その場合は高濃度イベルメクチンが必要なのと、ごめんなさい。高濃度、人の陰胞鎮の場合は高濃度、イベルメクチンが必要っていうことで、それだとそんな高濃度なイベルメクチン飲んでる人が世界でいるのかっていうのはちょっと疑問なのと、あとなんだっけな、もう一つ RNA ジャパンっていうところが出してる記事で、ウイルスへタンパクを運ぶ陰胞地の作用を抑えるだろうという仮説が提唱されているんですけれども、この仮説が正しい場合は、新型コロナウイルスが細胞質ウイルスと思われたのが核内での反応もあることなり、ウイルス界の核のビッグニュースというなることで、そもそもコロナウイルスの、がサブ質ウイルスじゃなくて核内での反応もおそらくあるって仮定しないといけないっていうことで、本当にそんなことあんのかということで、この人もイベルメクチンウイルスが必要とプロテアーゼの働きを阻害しているという可能性もあるって言ってるのね。RNA じゃん。この RNA の専門家がそう言ってるんで、ちょっとね、このメインプロテアーゼ、イベルメチンがメインプロテアーゼを阻害する可能性を期待して、重症化する前にね、なんかおかしいなって感じたら、ちょっと転ばぬ先のせいおまじないじゃないけど飲んでみるのもありかなと思って買いました。これね、中見るとわかんだけど、この全部でこれ 12mg なんだよね。 1kg あたり200マイクログラム飲めって言ってるんで、60キロの人でだいたい12mg、これ1錠飲めばいいことになります。私ももうちょっと体重重いんだけど、1錠でも飲んでみればいいかなと。それでマニファクチャードが2021年5月で、エクスパイア、期限切れが2023年の、こっちの方が見やすいかな。2023年の4月ということで、あと2年後だね。約。まで使えるってことらしいですね。僕は全然海鮮でしたっけ。皮膚の病気とか、そういうのはないんだけど、飲んでみるのもいいかなと思って、試しに、全然かかってないんだけど、かかった時に飲んで副作用でちょっとおかしくなっちゃいましたとか嫌なんで、試しに2週間にこれ1回1錠飲めばいいとかって書いてあったんでね、寄生虫とか海鮮のそれだったら、
人間の神経に作用することはないということらしいんでね。一錠試しに飲んでみて、2週間経っても問題ないことを試したいと思います。まあ、またかかったらかかった時にまた一錠飲んでみたけど、まあ、その時効くかどうかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、個人的な興味もあり、飲んでみたいと思います。そうそう、飲む量についてはこの朝日新聞の記事だけど、参考にしたんだけど、哺乳類の場合はね、細胞膜チャンネルであるグリシン受容体、ギャバ受容体、ニコチャン受容体にも科学的には作用することができるんだけど、まあ、脳、脊髄などの中神経、寄生虫薬とかなんだけど、受容体チャンネルに作用するには、血液脳関門や血液脳脊髄液関門を突破する必要があるが、通常量のイベルマクチンを経口服用してもこれを突破できる脳神経が麻痺することはないと。これがイベルメクチンの寄生虫として極めて優れた点だということで、飲みすぎると血液脳関門が漏れることもあるんで、通常の、使用量、2週間に1錠、体重 1kg あたりに200マイクログラムを摂取して、それ以上は飲まない、それ以上飲んだりするのはちょっと臨床試験する人に任せてね、僕は安全サイドでちょっと通常の寄生虫薬として飲む場合のみのやり方で、効くのか新型コロナにとか、効くかどうか、新型コロナにかかった時に飲まないと分かんないんで、ちょっと分かりませんけど、そもそも健康な人が通常量飲んで大丈夫なのかどうかっていうのね、これ海外から輸入したやつなんで多分大丈夫なんでしょうけど、海外の人がたくさん飲んでるから、そういうのをしてみようっていうことですね。だからはい、そういうことです。ちゅうことでね、イベルメクトールか。食後2時間経ってるので、1錠飲んでみたいと思います。水で飲む。油に溶ける陽子性なんで、使用性か使用性なんで1錠。ちょっと私体重90キロ近いんで、本当は 1.5 錠半分に割って飲んでもいいんですけど、1錠飲んで試しにね飲んでみたいと思います。水といっても炭酸でね。来たねはい、これで明日どうなるか、どうにもならないんですけどね何も変わらないと思うんですけど、はい、ちょっと2週間後か1日か2日後か、本当はね、予防のためには48時間後にもう1錠飲むと、もう1回飲んで、その後2週間に1回飲むっていうふうに、どうだっけな、杉原クリニックっていうところがイベルメクチン処方してるらしいんですけど、コロナ対策として、コロナ患者にね。でそこに用法書いてあったんですけど、実際かかったら、それぐらいの頻度に飲むかも。実際かかった時は、5日間連続で飲むって言ったかな。でもそれはちょっと無理なんで、ちょっと怖い。自己判断で飲んでるんで、48時間飲んで、また、それで落ち着いたら2週間に1回飲むというような形になるのかな。予防では僕は飲むつもりはないんですけどね。そんな飲まなくていいんじゃねえかと思うんですけどね。
かったら飲むようにしますね。かかった時は多分1回飲んで48時間後にもう1回飲むっていうことをしてみるかもしれないですね。はい。また今度日が経ってなんか副作用とかなんか皮膚が痒くなるとか腹がちょっと下痢をしやすくなるとかっていうふうなことを言ってるんで、まあどうなるか経過だけ報告したいと思います。